60% の力でうまいこと結果を出す思考100。本書を読む前。60% の力でうまいこと結果を出す。60% の力でうまく結果を出すという表現は、効率的な働き方やスキルの活用を指している可能性があります。重要なタスクの優先順位をつける、すべての仕事が同じ重要度を持つわけではありません。重要なタスクに焦点を当て、60% のエネルギーをかけることで、より大きな成果を上げることができます。時間管理、タイムマネジメントは重要です。60% のエネルギーをかける時間をしっかり確保し、無駄な時間の浪費を減らすことが重要です。効果的なコミュニケーション、うまく結果を出すためには、他の人々との効果的なコミュニケーションが不可欠です。適切な情報を共有し、連携を図ることで、効率的かつ良い結果を生むことができます。効果的なスキルの活用、60% の力でうまく結果を出すためには、自分の得意なスキルや強みを生かすことが重要です。得意な分野に集中することで、効率が向上します。適切なゴールの設定、目標を具体的かつ現実的に設定することで、限られたエネルギーでより確実に結果を出すことができます。大きな目標を小さなステップに分解して進めると効果的です。リラックスと休息、過度なストレスや疲労は逆効果です。60% の力で結果を出すためには、適切な休息とリラックスも欠かせません。これらのアプローチを組み合わせることで、限られたエネルギーで効果的かつ効率的な仕事を達成することができるでしょう。90分間のシングルタスクで効率的に集中する。実践的で健全なアプローチです。疲れる前に休みをスケジューリングする。定期的な休憩、作業や活動の間に定期的な短い休憩を取ることで、疲労の蓄積を防ぎます。パフォーマンスのピークタイムを考慮。個人によってパフォーマンスのピークタイムは異なります。そのピーク時に重要な仕事をスケジュールすると、より効率的に作業できます。全速力では走り続けることはできない。適度なペースを保つ、長期的なパフォーマンスを維持するためには、適度なペースを保つことが重要です。無理なく仕事を進め、疲労を蓄積させないようにします。プライオリティの設定、すべての仕事が同じ優先度を持たないため、プライオリティを設定して集中的に取り組むことで、効果的な進捗が得られます。計画倒れにならない予定の立て方。柔軟性を持たせる、予期せぬ出来事に備えて、スケジュールに柔軟性を持たせることが重要です。余裕を持たせることで、計画の変更や調整がしやすくなります。デッドラインを設定する。タスクやプロジェクトにはデッドラインを設定し、それに向けて進捗を管理することで、計画の進行状況を確認しやすくなります。90分間のシングルタスクで効率的に集中する。ポモドーロテクニックの導入、25分の作業と5分の休憩を繰り返すポモドーロテクニックを試してみてください。これにより、90分の作業時間を3つのポモドーロに分割し、集中力を維持できます。タスクの分割、大きなタスクを小さな部分に分割し、それぞれに90分を割り当てることで、全体の進捗を把握しやすくなります。これらのアプローチを組み合わせることで、効率的かつ持続可能なスケジュール管理が可能です。あなたの人生を作る人間関係は多くても30人程度。コミュニケーションや人間関係の構築において非常に健全な原則です。挨拶はコスパがいい。親しみやすさ、挨拶は相手との最初の接点であり、親しみやすさを示す手段でもあります。笑顔や元気な声で挨拶することで、ポジティブな印象を与えることができます。相手を尊重、挨拶は相手を尊重する行為でもあります。相手に対して礼儀正しく接することで、良好なコミュニケーションの基盤を築くことができます。強がる、無理する、こびるを捨てる。自分を偽らない、自分を正直に表現し、相手との関係を立てる上で本当の自分を大切にしましょう。過度な強がりや無理をすることは、疲れを生む原因にもなります。適切な範囲での柔軟性、
適度な柔軟性を持ちながら、自分の原則や価値観を大切にすることが大切です。教えてくださいで味方を作る。謙虚さを示す。教えてくださいという言葉は謙虚さを示すものであり、相手に対して尊重の意思を表現します。新しい環境や新しい人々と出会った際に活用してください。協力関係の構築。相手が知識や経験をシェアすることで、協力関係が築かれやすくなります。お互いに成長し合う場面が生まれます。他人の評論。早める。自己評価を大切に、自分の価値や成果に対する自己評価を重視し、他人の評価に振り回されないように心がけましょう。建設的なフィードバックには耳を傾けつつも、自分を知り、自分を信じることが重要です。ポジティブな周りの人、自分を肯定的に評価し、ポジティブな影響を与える人々との交流に焦点を当てることで、良い方向に向かうことができます。やらないことを決める。優先順位の設定。限られた時間やエネルギーを効果的に使うためには、優先順位をつけることが不可欠です。やらないことを決め、重要なことに集中することで、成果を最大化できます。あなたの人生を作る人間関係は多くても30人程度。質の重視。人間関係の質が大切です。数よりも質の高い人間関係を築くことで、支え合いや共有の機会が増え、豊かな人生を構築できます。これらの原則を実践することで、より良い人間関係と充実した人生を築くことができます。結果が出ない人の特徴10選。結果が出ない人には様々な原因が考えられますが、以下は一般的な特徴の一例です。これらは一般的な傾向であり、すべてが必ずしも当てはまるわけではありませんが、注意が必要なポイントとなります。目標の不明確さ。成し遂げるべき目標が不明確であると、行動の方向性が失われることがあります。明確な目標を設定し、それに向かって計画を立てることが重要です。行動の先延ばし、タスクを後回しにしてしまうことが続くと、結果が出にくくなります。プロクラスティネーション、先延ばしを避け、優先順位をつけて行動することが大切です。責任回避、問題や失敗に対して責任を取ろうとしないことがあります。結果を出すためには、責任を受け入れ、改善する姿勢が必要です。適切な計画の不在、目標達成のための具体的な計画が不足している場合、結果が出にくくなります。計画を練り、ステップバイステップで進むことが大切です。負の思考、自信を持てず、負の思考に陥りやすい人は、自分の可能性を制限してしまうことがあります。ポジティブな思考と自己肯定感を養うことが重要です。継続的な学びの欠如、成功するためには継続的な学びが必要です。新しい知識やスキルを積極的に取り入れず、停滞してしまうことがあります。他者との比較に固執し、自分を過度に評価することがあります。他人との比較ではなく、自分の目標に焦点を当てることが重要です。コミュニケーションの不足、協力やサポートを得るためには、適切なコミュニケーションが必要です。孤立せず、他者と連携することが結果を出す手助けになります。欲張りな目標の設定、達成が難しい、あるいは現実的ではない目標を立ててしまうことがあります。目標を現実的かつ具体的に設定することが大切です。忍耐の不足、成果を上げるには時間がかかることがあります。すぐに結果を求めすぎず、忍耐強く取り組むことが必要です。これらの特徴は個々の状況や背景によって異なりますが、自己評価し、改善すべき点を見つけ、行動に移すことが結果の向上につながります。日本書籍エンジョイジャパンライフへようこそ。私たちのチャンネルでは、日本の書籍に関する最新情報から深い洞察までを皆さんにお届けします。豊富な読書体験を通じて、日本文化の魅力を深く探求していきます。ぜひチャンネル登録や enjoyjapanlife.com へのアクセスをお願いします。仕事が遅い人の特徴11選。仕事が遅い人には様々な特徴があります。
以下はその一例で、これに該当すると感じる場合は、改善のために取り組むことが重要です。ただし、これらは一般的な傾向であり、必ずしも全てが当てはまるわけではありません。優先順位の付け方が難しい。仕事の重要性や緊急性を判断する能力が低い場合、適切な優先順位の設定が難しくなります。タスクの分解が苦手。大きな課題を小さなステップに分解せず、全体像に取り組むことが難しい場合、進捗が遅れることがあります。計画が不十分。具体的な計画やスケジュールが不足していると、仕事の進行がスムーズでなくなりがちです。集中力が続かない。長時間の集中が難しく、作業中に気が散りやすい場合、仕事が遅れることがあります。タスクのデリゲーションが苦手。適切なタスクを他者に委任できない場合、自分の負担が増えて仕事が滞りやすくなります。意思決定に時間がかかる。決断を下す際に迷いが生じ、意思決定に時間がかかる場合、業務全体の進捗が妨げられることがあります。コミュニケーションの不足。情報共有や連絡が不足すると、連携が取りにくくなり、プロジェクト全体が遅れることがあります。適切なツールの利用ができない。仕事に適したツールや技術を活用できない場合、業務の効率が低下し、遅れの原因となります。ストレスへの対処が難しい。ストレスや圧力に対処できないと、仕事に対するモチベーションが低下し、進捗が遅れることがあります。自己管理が不足。自己管理ができず、時間の使い方がうまくいかないと、仕事の遅れにつながります。プロセスの改善がされていない。過去の経験から学びを得ず、同じミスや遅れが繰り返される場合、プロセスの改善が欠如している可能性があります。これらの特徴に気づいた場合は、具体的な改善策を検討し、効果的な仕事の進め方やタイムマネジメントのスキルを向上させることが重要です。以上です。本に関してご質問をコメント欄にお願いします。では、また次の本に会いましょう。